順天堂大学で、陸上部に、所属させてもらって、その後順天堂大学大学院に行き、今のアクセルトラッククラブの前身のあるチームアクセルというのを作って、2018年ぐらいからアクセルトラッククラブとして活動をしています。この後千葉県選日本選手権リレーに向けての多分バトン練習やるの今日が多分最後になると思うので、バトンをしっかりやりましょう。で日本選手権出場おめでとうございます。小山さん、それ終わったら、個人練習はい大丈夫ですね。僕が大学生の頃って2009年だったんですけど、その当時ってやっぱり代表クラスじゃないと社会人陸上続けられないみたいな感じだったんですね。で当時僕らの学年の子たちが結構その4年目で活躍し始めて、でもうちょっと競技やりたいよねって言った時に、なんかいわゆる代表までは届かないけど陸上が好きみたいなところで、どうやってやろうかっていうのがあんまり分かんなくて、で結構みんなで大学院に進学したんです。学年で言うと50人ぐらいいて、20人弱ぐらい大学院に行くみたいな。で陸上をやるために大学院に行ってしまったので、本来大学院って研究をするところだったんですけど、2年間やってる間にクラブチームで頑張る方々が出てきたんですね。なんか代表クラスじゃなくても陸上が好きなら競技を続けてもいいんだみたいな、草陸上みたいな感じでやっていいんだみたいなのが、出てきたのが大体それぐらいの時期で、そこから、仲間順大に、の大学院に行った仲間たちと既存のチームに入るか、新しく作るかっていうところで悩んで、新しく作ってできたのが、アクセルになります。アクセルに所属している選手たちみんな社会人をやりながら、陸上競技をしています。今日の練習は日本選手権前の2週間前ということなので、できるだけ強い負荷をかけたいと思ってました。でやっぱり僕今年で38になるのかな。今までやってたやっぱり練習強度と本数でリカバリーも含めて、ここまでやれば結構追い込みきれるっていう練習がちょっとずつできなくやっぱりなってきてるので、でもやっぱきつい練習をしないとやっぱり向上がやっぱしていかない。じゃあ何するかっていうところで、自分の出せる一つ強いカードが 400m1 本全力でいくトレーニングなので、今日はそれをしました。なんか自分の目指すものがものすごく確立している。で今自分がどういうところにある、だからどういうことをすればいいかっていうのがかなり明確になるというか、なんかどうしたらいいんだろうなじゃなくて、ここっていうものが必ず存在している、だからそこに向けて進んでいけばいいっていう道筋がすごい立ちやすくなったので、アメリカに特にトム・テレツコーチのところに行って一番感じるのは、もう迷わなくなったこと、もうちゃんと目指す道しるべがちゃんとできたということなので、僕自身選手としての取り組みもそうですし、子どもたちとかに指導する時もやっぱりこれって一つのモデルがあるので、そこを迷わずに自信を持って言えるというのがアメリカに行って一番大きかったことかなと思います。目指したいこと、成し遂げたいことは当然自己ベストですね。まだもう少しできる、これ常々言ってるんですけども、トム・テレツコーチとか、あとは僕の順大の恩師佐久間先生とか、あとは他にも海外でちょっとお世話になった人とかに、君なら10秒1で走れるよっていうのはよく言ってもらったんですけど、やっぱり僕の中ではじゃあ何俺って10秒1なのっていう限界を決められてるような気がしていて、彼らはきっとまだまだ速くなれるよって言ってくれてるとは思うんですけども、ちょっと天の弱なので、いや俺は君たちの期待をもっと超えてみせるっていう思いがあるので、やっぱそれを上回って俺もっといけたよっていうふうに言いたいなっていうことが選手としてやっぱりやりたいことで、そうしていく中で自分を通して理想に向かっていく時のトライアンドエラー、そういった道筋のロードマップがしっかりできてくると思うので、そういったものを次世代にどんどん伝えていきたいなと思っています。222の組み合わせで全日本実業団でいうと多分リレーと個人含めて全部で7回勝ってんのかな。でリレー2冠も2回ぐらいさせてもらってはいるんですけど、やっぱりそれぞれが、チームのコンセプトとしてそもそもリレー頑張りたいって子たちが多いっていうことと、平日はもう
自分たちの仕事が終わった後に練習してるので、あいつがあれぐらいやってるなら俺もこれしようみたいな感じの、そのチームでのなんか相乗効果みたいなことが起きて、で土日でしっかりバトンのところ詰めてやっていくみたいなところがまあ基本スタンスなんです。で、僕が今拠点している習志野市というところには、アメリカンフットボールの、日本一を何度も取っているオービックシーガルズっていうチームがあるんですけど、そこも、クラブチームとしてやってるんですね。で他の強い富士通とか、そういうところは社員雇用して、みんな実業団選手として、練習も業務みたいになってるんですけど、そうじゃない形でもなんか日本一を取ってるそのオービックさんの活動を見て、あ、そういった形で視座を高く取り組んでいければ日本一取れるんだなっていうことが、なんか学ばせてもらって、で自分たちもそうなりたいなというふうに今活動をしています。はい。はい。今のバトン合わせは僕はちょっと早出癖があるんで、早出癖を修正しつつでは大丈夫だったんですけど、斉藤とのバトン渡しのところでちょっと斉藤がスカっちゃって、そこで自分も腕固定してればよかったんですけど、固定せず探しちゃったのが余計にバトン渡るまでにラグが出ちゃってって感じだったんで、そこがしっかりバトンさえ渡れば全然関西実業の時にもいいバトンの流れはできると思うので、そこを修正していければと思います。意識してることは、自分が渡すだけじゃなくて、渡し終わった後相手がどれぐらい気持ちよく走っていけるか、そうだ、自分のことだけじゃなくて相手にどううまい流れをつなげられるかを考えてます。ちょっといつも通り出れましたね。逃したら終わる気がするんで、ああ、でも俺もそんな感じだった。オーバーゾーンする気がするんで、松原あと1本分早めぐらいかな。多分距離的にドンピシャすぎてうまい。どっちか分かんなかった。なんか賭けでいそそうの方って出したらちょうどうまくいったけど、俺が失速してたら俺の問題だった。俺があれも多分松原失速してたら反対本番で点を反対側だったら多分余裕持って渡すから、オーバーゾーンしてるから。結構でもギリじゃん。ギリでしたね。ビタビタだから、もうちょっと来なかったら止まんないとなくらいの練習だから止まる気はなかったですけど。仮にこいつが逆足で逆で腕振ってたら多分間に合わない。あ、そういうこと。この手の無ってことね。終わり。よっしゃ。じゃあ。取りすぎるとちょっともう視力上がりすぎるんで、短めにして、動きを崩さずにいくぐらいで、80か60ぐらいのガン出しでまとめたり。で終わってもいいで、16はやっぱ2月の合宿もそこでやったじゃん、ってあるから、12で垂れたらもう80しなくていい、あるいはもう1人でフォームチェックのスピード感でまたいいです。12でそうですね。じゃあそれでいいか。陸上競技の良さって僕保護者さんとかによく言うんですけど、一番はやっぱ頑張ってもうまくいかないことを学べることが陸上競技だと思ってます。でもちろんね、記録出ることもあるし、努力しなくてもなんか成果得られることもあると思うんですけど、でもある程度いくと大学生とか社会人やってる子たちって学生時代のベストを何年も超えられないとか、でもそれでも競技を続ける意味、それは好きだからもそうだし、こういう工夫をしたらとかやりきることへのなんか姿勢というかコミットメントみたいなところがすごく大事だなと思っているので、
なんかそういったことがなんか僕らが競技することによって伝わっていけばいいと思うし、そういう姿勢を見せたいなというふうに思っています。いい練習できたと思うので、来週、厳選が今までよりもね日付的にはグレード低くなっちゃってますけど、県内の中高生だったり大学生が、目指すチームであるというところを見せてもらえたなというふうに思いますし、4K マイルとも大会記録にチャレンジできたらいいかなと思いますので、頑張っていきましょう。クラブ対抗の方も、今日か明日の朝エントリーするので、マイルの方ちょっとまだ分かんないんですけど、一応エントリーだけはしてください。このインスタでははいですかね。はい。お疲れ様でした。